はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。よりお願いします。やりますよ。お待たせいたしました。キムイジちゃんおなしでございます。好きが強い分しっかり手返しして焦げないようにするのと余分な油を落としていい油だけこう中に閉じ込めるっていうところですよね。外がカリッと中ふわっと。1回しかタレつけない。やっぱ何回もつけても本当タレの味がメインになっちゃうんで、うなぎの味もやっぱりしっかり伝わるように、水分とか油がこう抜けたところにタレをこうキュッて入れる感じです。やっぱりこううなぎも種類っていうか日によってこう焼き方も違いますし、うなぎによっても違うので、そこはもう本当に試行錯誤しながらいいうなぎを焼けるようにしてますね。1日に昼と夜交代制なんで、大体1人200から300ぐらいですね。ちょっとお願いします。ちょっと待って、肝段から先行くわ。肝段から行こう。1匹に対して1個です。なのでうちは7個つけてるんで7匹分ですね。腹開きなんですけど、これ背開きとかですと肝が傷ついちゃうんですよ。じゃあ腹開きだからこそみたいな。そうですね、こうやってこうプリッとしたいい肝が。よりお願いします。それから2個も。お願いします。ジューシーで初めてこんな美味しいうなぎを食べました。間にも入ってて、ちゃんとうなぎの味もちゃんと楽しめて、なんか濃すぎず薄すぎずちょうどいい。っていうか、ちょっとどっちがそのまま
はい、外はサクサクで中ふわふわなので、はい、外サクサクなんですね。そうですね。もうどうやって焼いてるのか知りたいぐらいですね。小型っていうよりと備長炭をうちは混ぜて使ってますね。小型だとこう早く火がつきやすくて短いんですけど、備長は火つけるの時間が長くて長持ちするっていうのがあって、でそれで混ぜて使ってますね。あともう火の調整のしやすさとかもあるんで。鉄板で囲って、早く火を起こしやすいのと、バーって火結構強くなるので火事が起こらないように。1000度近く今なってるんで、うちのうなぎ単品サイズで大きいうなぎ焼く使うので、なのでそれをしっかり外がカリッと中がふわっと焼くのと、やっぱそうなると骨も大きくなるんですよね。でもその骨も焼き切れるようにこれぐらいの火力がないと焼き切れない。いつももう顔真っ赤やもんね。なります。はい。なります。はい。こう焼きながらこう炭の位置変えたりしつつ、均等に焼けるように火の調整はしながら焼きますね、常に。あとはもうそうですね、技術だと思います。はい。名古屋のお店に行ったことがあって、はい、それでまた食べたいなと思って来ました。僕はもう創業して25年ぐらいレストランとか居酒屋とかやってたんですけど、ずっともう20年ぐらい前からねうなぎ屋に興味があって、うなうちっていう店があるって言って行ってみたらね、すごい大行列で食べたらものすごく美味しかったんですね。だからたまたま先代の社長がうちのお客さんだったんですね、うちのレストランの。でレストランのうちの社員の方がちょっと勉強させてもらえませんかみたいなね、大きい方でね、水臭いこと言うなって言ってね、やれやれって言って受け入れてもらったのが最初ですね。うなうちを引き継ぐにあたって僕らの方からじゃなくて、僕らも一生懸命やってる姿を見てね、水野さんから声が逆にかかって、もう年齢も年齢なんでうなうちはお前らがやれっていうふうに水野さんの方から言ってもらいました。うなふじに勉強しに行くときは、初め工場養鰻場からですね、うなぎの餌やったり掃除したりとか一次産業から学びなさいっていうところだったり、そこからやって、でお店ではもう本当にご飯継ぐところからタレかけるところからスタートですね。そこからもううなぎさばかせてもらったり、肝打ちしたり、串打ちしたりで、そこで最後の工程が焼きですね。で2年ぐらいはもうずっとやらさせてもらって、本当試行錯誤しながらですね、やっぱり感覚の部分がやっぱあるので、ここら辺とか近いとやっぱり温度高いんで、なのでこう例えば炭がつくとかここにジューってやるとかじゃなくてもやけどしちゃうんで、
指とかも今は全然ですけど、もう水ぶくればっかりでしたから、初めは。全体的には、ね、年間で今65万本以上うなぎを焼きます。それを今大体60人ぐらいの焼き手がやるわけですから 1年間で1万本以上1人が焼くような計算になるんですね。もう6年やってきましたけど、焼き手として呼ばれる人ほとんど辞めてないですね。本当に二人羽織みたいにね、先輩が後ろから手を加えてね、2人でシーンとした中でね焼きを教えてるっていうことがね多いですね。みんなその全員が探求者ですね。だけどお待たせいたしました。キムイジ状になってございます。失礼します。美味しいです。去年入社したので、1年弱くらい。スピードと安定感が違いますね。お前も言うようになったな。いかに同じうなぎを出せるかっていうのが大事なんで、最初と最後でも自分が疲れてても同じ一番いいうなぎ出せるっていうのが大事なんで、それができる方の特徴はすごいです。おごったところが何もなくて、みんな謙虚にね必死に焼きを焼いてる姿はグッとくる瞬間はね毎日あります。昔からのやっぱりこう伝統といいますか、そういうのが引き継いでいかないと日本の心じゃないですけど、やっぱそういうのがやっぱされていくなっていうのがやっぱあるんで、学べる環境はやっぱいっぱいあると思うんですけど、それはあと自分たち次第だと思うんで、そこでどれだけやっぱこだわり持ってやれるかでお客さんに伝わるものが変わってくると思います。僕らの目標にするうなぎは、丼をね開ける前に美味しいって言ってもらえる丼を作りたいんですよね。そうするとね、やっぱり焼きもそうですし、もちろんホールの人もそうですし、やっぱり一体感っていうのはすごく感じますし、やりがいしかないです。水野さんが東京にも全国にこのうなふじの味を広めてくれっていうのがね、もうそれに応えようって思いましたね。僕は広島の山の中でね、過疎地域で生まれで、ちっちゃい頃はうちは8席の食堂をやってました。家がね、中華そば、母ちゃんの中華そばをみんな食うのうまいうまいって言って食うんですね。ラーメンをやってほしいって言ってずっと言われたんですけど、もうおふくろも母ちゃんもね年だったんでね、そういう迷ったんですよね。こっちも僕商売やってたんですけど、畳んで田舎に帰ってラーメン中華そばやろうかなと思ったんですけど、社員さんもたくさんいたし、人に役に立ちたいなっていう気持ちが強かったんでね、帰るのやめてね、こっちに残って商売を続けようっていうふうには思いました。親孝行してるような気はすごくしますね。その時自分のおふくろを助けてやれなかった思いがあるのでね、水野さんの思いは引き継いでいきたいなっていうのはありますね。ただもう東京に来るのはすごく怖かったですね。関東風のことをね、よくお客さんで僕聞くのは江戸前って聞くこともあるんですよね、蒸したうなぎを。そんな文化がね、カルチャーがある中に僕らの地焼きのね丼を持ってきていいんだろうかっていうのはねすごくありましたし、受け入れられるのかなっていうのはねすごく怖かったですね。おかげさんで、関西東京以外でもたくさんお声をかけていただいてまして、ぜひうちの県でもっていうところが多いのでね、やってみたいなっていう思いはありますね。うなぎ愛は止まらないですね、僕たちの。